そうですね、まあ本当はねいっぱいいろんな話をしたい気持ちなんですけど、まあちょっとまた次回のあれですけど、まあ今日はちょっとせっかくねパリで個展を行っているわけなので、まあちょっとその田中さんといろいろ会話して、本当になんか、まあアーティストとしてもそうだけど、そのまあエクスカリバーっていうねコレクティブを作った、田中さんとしてもなんかいろいろ話を、はい、掘っていけたらなと思ってて、で、そうですね、まあ、今回その展示会に向けて、そのちょっと内容の話をしていく前に、田中さんのちょっとバックグラウンド一回そうインタビューでもちょっと話していただいたこともあるんですけど、なんかこうね田中さんのその実際まあ、出身地と、あとこうちょっと簡単でもいいんですけどどういう、教育を、ちょっとそういう教育があってちょっとそういうバックグラウンドと、あとそのアートとの出会いっていうのをちょっと聞きたいなとは思ってて。はい、私自身の出身としては京都の宮津市っていうとこで、まあ、京都市から北へ2時間ほど行った、まあ、海に面した田舎町なんですが、まあ、そこ自体は元伊勢っていう神社があって、で元伊勢っていうのは今天照って日本の最高神とされてますけど、それが伊勢神宮に入る前に少しその近畿地方を旅してるんですけど、いろんな神社に移って、その一つの神社が元伊勢って言われてて、でそこがその丹後国の一宮っていうとこなんですけど、なので幼い頃からそういった日本の神話がかなり、たくさんある土地で生まれ育ちました。島根県の横的な感じですか？またちょっと違います。そうですね、間に兵庫県がちょっと入るんで、完全に島根の横ではないんですけど、まあ出雲的な流れもゼロではないですけど、むしろ、やっぱしまだ三重県のその伊勢神宮の流れの方が大きいですね。その辺りは、太陽神の天照と北条、その稲作とかを扱う食物のその豊受の狼っていうのが、その2つが結構大きい、日本神話において大きいですけど、その2柱が最初に出会った、神社ですね。じゃあ結構親もそういうなんだろう、こう、そういうねところでもやっぱ育って、なんかそういった影響もあったりはするんですか？そうですね、私に限って言えば両親ともにその宮津の出身なので、ずっとその山と海に囲まれた場所で育った親に育てられたっていうところがあるので、もうずっとその自然と、日本の土着的な自然と共に育ったっていう、少年期ですね。またもう少し言うと、その私の父親の方がその、右翼っていう、ナショナリストだったので、その日本神話とはまた別にその天皇っていう、日本において大きなファクター、その活動を、幼い頃から見ていたので、常に子供の頃からなんか日本とは何だろうとか、この土地で生まれている私は何だろうみたいな、少しそのメタ的な視点で、自分を測ってた少年時代はあったと思います。なんかあれ聞いた気がするんですけど、なんかお父さんが学校に迎えに来てくれてたり、なんか学校には迎えに来てなくて、市役所で
外旋車って伝わりづらいと思うんですよ。まあその右翼をやってるスピーカーがついてるあれ車ですよね。黒塗りの怖い車はいでずっとその市役所に文句を言ってたりとか、なので子供の頃はすごい嫌だったんですね、やっぱしその親が目立つ活動をしているっていうのが。なのでそうですね、結構その頃はネガティブなイメージで撮ってたけど、少し成長していくに従ってだんだんその国の社会とか世界の断りとかをちょっとずつ学んでいく中で、まあなんかそういう活動をする父なりの、意味というか、なんか道義があるのかなとは感じて、だからもう高校生ぐらいの頃には理解を示すようにはなりました。アート絵とか描いてたりしてたんですか？例えば子供の時。そうですね、そんなに私の家自体が裕福な家ではなかったので、基本的に与えられた紙っていう与えられた遊びがそのチラシあとクレヨンとかでチラシの後ろに絵を描くっていうのが基本的に幼い頃の遊びだったので、なので物心ついた時からずっと絵を描くことが遊びっていうものでした。なんかそれこそ、田中さんおよびエクスカリバーの作品を見てるとちょっとこうアクティビズム的なやっぱ要素はあるなと思っていて、それってきっと田中さんもその本当前からずっと感じてることであって、やっぱその辺の影響とかもあると思いますか？むしろもうちょっと聞きたいのはじゃあアートは田中さんにとってはアクティビズムではなきゃいけないというか、そこの要素はすごく大事にしているとかっていうところもあります。そうですね、まさしくそうで、私自身にとってはアートっていうのは社会を反映した批評性が入っていないと思っているし、少なくとも私はそう思っているし、でその批評性を鑑賞者が感じてもらって、その人自身のこれからの社会生活において少し何らかの変容を、持ってもらえるようなものを作っていきたいと思っているので、なので直接的なアートアクティビズム、いわゆるちょっと街に出てデモ的な活動をする方向のアートアクティビズムではなくて、そのアクティビズム性みたいなものを常に内包させるものがアートだと思っています。いいですね。やっぱそうですよね。なんかね、例えば、アーティストによってはじゃあ全くメッセージのない作品を作ることがやっぱ中心としてるアーティストもいれば、そういったアクティビズムっていう言葉をよく使いますけど、でもそういったメッセージ性のあるやっぱ作品という、そういう意味ではなんか今までのインスパイアされた、そういったアーティストだったりムーブメントでそういうのってあったりするんですか？なんかが思い浮かぶような。アートですね。直接なんかこのアートはすごい批評性を感じるなと思ったのはやっぱシミュレーショニズムの影響はありますね。そのシミュレーショニズムというのは、一般的には1980から90年代ぐらいにアメリカを中心としてできたムーブメントなんですけど、その中心的な作家はマイク・ビドロっていう人で、マイク・ビドロって誰かの作品の模倣みたいなものを自分の作品として発表するんですね。例えばピカソみたいな絵を描いてパッと見たらピカソにしか見えないんだけど、そういうピカソっぽい絵を描いてタイトルに「これはピカソではない」みたいなタイトルをつけて、そのちょっと著作物とは何なのかとか芸術とは何なのかとか、そういったところを転覆させようというような批評性を感じてて、シミュレーショニズムの作家ってほぼそういう作品で、他の、シェリー・レビンなりスターティ・バントなり、スターティ・バントは今
タデウス・ロパックでやってましたけど、そういったその、これまでの価値観ってそもそもどうなのっていうなんか問いかけをしていくような作品には強く影響を受けていて、で私たちの作品もそうありたいというような希望はあります、僕もそこすごい同感というか、本当に思いがすごい一緒でっていうのは、もちろんいろんなアートがあっていいと思うし、でも、僕が一番やっぱ惹かれるのはそういった、例えば具体だったり、そのシュリアリズムだったり、なんか、あとは最近もともと好きなんですけど、例えばイーヴ・クランがやったことも、何かこうアートを通して何かメッセージだけではなくて、生き方なのか何かそれを伝えるっていうのはすごく、歴史にも残るし、すごい興味深いな、惹かれるなっていうのはあるので、その辺日本のそういったじゃあ、なんだろう、ムーブメントというか、なんかそれに関してはどう思いますか？今までの流れとか何か思いあります？私がちょうど本格的にアートを興味持った時代はネオポップが隆盛を持っていて、ネオポップもそういった流れの中にあったと思うんですね。その今までの絵画美術の世界が作ってきてたリアリティって私たちにとってそうリアリティではないよねみたいなところからネオポップってできてると思っていて、で具体的に例えば村上さんですとか奈良さんですとか、矢野部さんとかってその自分たちが育ってきた原体験、彼らが子供の頃ってアニメがすごい黄金期を迎えたような年で、で子供の時にすごくアニメっていうものに影響を受けて、それから受けたリアリティを大人になって自分の芸術として出している部分があると思うんですけど、そういったこれまでのリアリティとは違う別のリアリティで描くことが、意味はあると思っているので、やっぱ子供からですよね、きっと物事っていうか、きっとそこから大人になってそれがどう出ていくかというかアウトプットされるかってことですよね。そういう意味では田中さんはゲームがすごい大事な、テーマですけど、子供の時ってゲームやってました？どんなゲームやってたんですか？もうひたすらビデオゲームしかしてなかったような少年時代で、ファミコンですか？先ほどのお話だと最初に、チラシとクレヨンを与えられてずっと絵描いてましたって言ってましたけど、その後ファミコンが結構社会的にブームになった時にやっぱし私もファミコンが欲しくなって、でもう親に買ってもらうのは難しくて、当時、ベルマークみたいなのがあって、なんて言えばいいんでしょうね、そのスーパーとかのお買い物で溜まっていくスタンプみたいなのがあって、そのスタンプだけを親からもらって、でそのスタンプを集めて交換してファミコンとかを手に入れたんですね。なのでそれ何歳ぐらいですか？田中さんの世代だと10歳とか9歳とか。そうですね、10歳ですね、ちょうど小学4年生、例えばのび太と同じ年ぐらいかな。僕も7歳6歳7歳ぐらいだったんで、でファミコンゲットしてもファミコンをゲットした後はずっとひたすらファミコンをやり続けるような、少年期でした。どんなゲームがやっぱ好きだったんですか？最初にやっぱし衝撃を受けたのが「ファイナルファンタジー」で、やっぱ RPG ですね。スーパーマリオもみんなと同じぐらいの衝撃は受けましたけど、やっぱしスーパーマリオはスーパーマリオというか、ビデオゲームの中の空間をそんなに飛び越えてこなかった印象があって、ただファイナルファンタジー FF はそのパッケージイラストが天野義高さんっていう、もう有名なもうイラストレータ
アーティストの方ですけど、はい、それを子供の時に見て本当衝撃を受けたんですよ。あのドット絵のゲームのイメージビジュアルになんでこんな難しい世界観で出すんだろうっていう子供心に思って、でもそれが私の中ですごい生きたんですね。そのビデオゲームの中は記号の世界で本当荒いドットのゲームだったけど、その外のイメージビジュアルがそれを補完したというか、なんか自分の中の想像力を何倍にも膨らましてくれて、なのでゲームシステム自体の没入感、 RPG しか作れない没入感もさることながら、そのビデオゲームの外の世界の作り方が私にとってすごく衝撃的で、あれなんか噂だとスクエアエニックスじゃなくてスクエアです。スクエアですよね、はい、が最初なんかモエビスかなんかに依頼しようとしてたみたいで、でも海外だしちょっとあれだから、じゃあ国内だったら誰ってなったらもう天野義高ってなって素晴らしいですよね。だからそこがだからもうゲームとそのやっぱ絵を描いてたわけだから、そのイラストもちょっとつながって、それがすごいやっぱ衝撃だったってことなんですね。よく対比されるのがやはりドラゴンクエストだと思うんですけど、ドラゴンクエストの鳥山さんの絵っていうのはやっぱりドット絵に落とせるじゃないですか。落とし込める、すごく親和性があるし、あれはあれでも漫画系だからね、そう、漫画的な絵をドット絵にしてすごくクオリティ高く再現もできてるし、なのでそこのブラウン管の中の世界と外の世界がすごくシームレスにつながってるんですけど、シームレスにつながっているがあまりに私の中ではその違和感みたいなのが生まれなかった。逆に FF の方は違和感が生まれたことによってそれがフックになった。なんか芸術ってやっぱりそういうとこって大事だと思っていて、その鑑賞者になんなのこれってなんか変だねっていうその違和感みたいなのって結構重要だと思っていて、自然すぎてもなんかちょっとその人にその変容を与えないんじゃないかなっていうのはあります。それでもすごい出てますね、エクスカリバーの作品に。他のゲームとか、じゃあその流れでなんかちょっと衝撃を受けたゲームっていくつかなんかありますか？ですね、ファンタジーがもちろんいろいろ衝撃を受けてるんですが、私が好んでやったシリーズで言えば国尾くんシリーズがあって、熱血紅白国尾くんっていうゲームがあって、ドッジボールとかもドッジボールもだし、あれはあれで衝撃を受けた理由としてはなんか、特にダウンタウン熱血物語っていうのが一番好きだったんですけど、なんか近所にありそうな街がドット絵で再現されていて、なんかピクセルドット絵で現実世界を描いてるなって感じたんですね。例えばそれまでのスーパーマリオは空想の国じゃないですか。キノコ王国なんて現実には見つけにくいし、ドラゴンクエストなりファイナルファンタジーも日本とは遠い、ちょっと西洋ならもうちょっとなんかありそうに思えたのかもしれないですけど、日本人の私にとってはやはり遠い空想の世界で物語の世界しかなかったんですけど、ダウンタウン熱血物語は、熱血紅白国尾くんはやっぱりその日本の街を舞台にしているから、なんかあと日本の若者みたいな、なんか当時あった突っ張りですとか、不良ですよね。なんかすごく現実っぽかったんですよね。なんかそれが逆に、そこも私の中の違和感を多分生んだのかなとは思います。でその後はプレステとかもどこまでやるんですか？プレステは私やってなくて、もう
結果的にはドット A 信者で終わったんですけど、そのスーパーファミコンまでで終わったんですね。だから PS のポリゴンにほとんど触れてなくて、ただ任天堂はずっと好きだったので、任天堂64でまたちょっと戻ってきたので、任天堂64の感覚のポリゴンには接してます。今はどうですか？ゲームやったりしてますか？なんかですね、まあ時間もあれだとやってはいるんですよ。ただ本格的にはやってなくて、基本的にはゲームボーイを持っているので、ゲームボーイでひたすらゲームボーイソフトをやっていますね。その当時やってた子供の頃やっていたマザーシリーズがあるんですけど、それゲームボーイ版が出てるので、ゲームボーイでマザーをやったり、あとはテトリスですね。テトリスをひたすらやってます。テトリスも同じく私の中であれも違和感があるんですよ。現実の世界、あれはまたあれで現実の世界にないけど、パズルゲームって往々にして全て不条理の世界だと思っていて、空中から物体が急に降ってきて組み合わせて消さなければならないっていう状況は普通はないじゃないですか。そのスーパーマリオなり RPG の世界観はまだ分かるんですよ。助けに行かなきゃならないから、ストーリーがあるから、そうパズルテトリスとかってストーリーが基本的にないと思っていて、なのであれはあれでまただから別の違和感はありますよね。結構聞いてるとそれも作品にも出てたりしてるんですけど、いわゆるノスタルジックな雰囲気というか気持ちがよくやっぱ出てきてて、で例えば今言ってたね、じゃあ実はそのドットで終わらしたというかね、その後のポリゴンあんまり興味もなかったとか、そのノスタルジックっていうのは田中さんってやっぱ過去のノスタルジックという意味はやっぱりね、過去のものが好きとか、なんか恋しいとか、なんかそういう気持ちってあったりしますか？その過去に対する気持ちってやっぱ良かったなとか、やっぱそれってなんか感じたりするんですか？なんか前の方は良かったっていうわけじゃないけど、あの時は良かったからそれをなんかいわゆる表現したい気持ちもあるわけだと思うんですけど、それに関してどうですか？ノスタルジックですか、田中さんは？私自身においてはノスタルジックな方ですけど、ただ作品にノスタルジーを出さないようにはしてます。というのは、懐かしい過去には人間手は戻れなくて、常に別の過去を想像するしかなくて、それは過去ではなくて、で懐かしい未来って私は言ってて、作品においては決して過去を懐かしむんではなくて、未来を懐かしんでる感覚を持って制作したいと思っていて、未来を懐かしむことによって結果的に今後の社会に影響を与える作品が生めると思っているので、私自身のノスタルジーと作品のノスタルジーはつながらない。ノウスフォビアっていう言葉があるんですけど、その過去をちょっと嫌悪する感覚、なんかなのでちょっと意識的にちょっとノウスフォビアの方向で私は作品を作っていると考えてます。なんかそれってきっとなんか日本人であるからっていうか、過去を思いながら未来を見るとか、なんか未来から見た過去だったり、あとは過去から見た未来とか、なんかそのやり取りってすごい興味深いなと思ってて、で日本って結構過去を、日本っていうのは別に文化としてですけど、過去を忘れずに未来へ行くみたいな、ちょっと比べると、例えばこっちはあんまりやっぱり未来を怖がるとか、それは個人的な感覚なんですけど、やっぱこっちのヨーロッパの人たちはなんか未来
よりかは過去にすごいなんだろうこうこう話さないじゃないけど、でも日本はなんか過去を思いながらも未来行くっていうなんか感覚は未来を恐れないところはあるのかなと思ってはいるんですけど、未来じゃあ逆にどういう未来をイメージしてますか？なんかそれも芸術の面でもそうだし、なんかこう表現としてもそうですけど、なんか逆にこの過去も常に未来に届くというかつながるというか、まだ、これがすごく難しくて、エクスカリバーの他のメンバー、岩田舞子ともよく話すんですけど、そのどういった未来を思い描くかにおいて、例えば私自身はいい未来により良い未来をもちろん考えてやりたいんですけど、岩田によく言われるのはそれはあなたにとっていいだけですよねって言われて、つまり100人いれば100通りのいい100通りの未来の思い描き方があるから、想像でしかないですからね、未来は。なのであくまでもだからそこをあまり作家自身の強いガイドラインを作るのは私の良い未来を押し付けることになってしまうので、なのでもちろん描きたい部分はあるんですが、極力そこを抑えつつ、あくまでできるだけ今感じてる違和感だけを作品に込めて、そこから先のガイドラインは見た人、そこから先の旅は見た人に進んでもらいたいっていうところが、よく田中さんも言うもんね、やっぱ作品を作るのは、数百年後見てもらって、またそこで考えてもらえるような作品を作っていきたいとか、その間に現代っていうのがあるわけですよね。なんか過去と未来の中に今があるから、きっとその部分をきっと大事にしてるけど、やっぱりそういう意味では未来にもちょっとに込めたメッセージ的なところもあったりしますか、その作品に。未来に込めてるメッセージ、未来のために希望は込めてますが、ただそれを具体的にはやはりあまり出さないようにしたいっていう、田中さんにとって難しいんですけど、難しいですね。田中さんにとってはじゃあ未来は明るいですか？私は常にそう思ってます。ただ、私がそう思っていても他の人はそう思っていないって常に思わなければなっていう。だから、暗い未来が別に、例えばとある人が未来は暗いって考えていたとしても、別にその未来は暗いと考えていること自体が悪いことではない。もちろん。それはその人の考えだし、そこは尊重すべきだし、なのでだから誰もが正しい、誰もがいい方向に進むものなのかなって、なんていうか、あとコミュニティじゃないですか、集まる、僕も未来は明るいと思ってて、だからきっとそういった思いを持ってる人たちが集まると思うし、きっと作品も見てそういうところも伝わると思うし、きっと作品を見てこう感じてくれた人も明るく見えてるのかもしれないし。だから芸術ってだから別に希望だけがこもってるのが芸術じゃないじゃないですか。その自分の内向的な暗さとかを吐き出す術として芸術でもあるし、この先の例えばなんだろうな、ディストピア的な世界観を別に描くことも芸術だし、なのでね、その幅広さが豊かさがやはり芸術だと思うので、そうですね。はい。なんかそういう意味でも
ちょっとメタビットの話をもうちょっと聞けたいなと思ってて、さっきのアクティビズムだったり、そのね、未来の明るさとか、なんかそういうのをいろいろ込めた中でのきっとそのメタビットっていうところもあると思うんですけど、メタビット、今回の展示会の名前はメタビットで、田中さんにとって、僕が感じてるのは一つのこう、ムーブメントでもあるのかなというか、そのもうむしろメタビズム的な流れもなんかあるのかなと思ったりしてて、それってどう思いますか？なんかそういう考えと別にそこまで考えてるつもりだとは思ってないし、そこのあれですけど、なんかそのメタビットってやっぱりそのもう一回ちょっと説明していただいて、そこのちょっと可能性っていうのをなんか田中さんとしてのね意見の可能性を聞けれたらなと思うんですけど、それ私はそのメタビットっていう言葉自体は2010年ぐらいから断続的に使っていて、そのいろいろな作品のタイトルですとか、ちょっとしたテキストに含めたりはしていたんですけど、大きくしっかり、捉えたことがなかったので、取り上げたことがなかったので、今回そういうタイトルにしました。でメタビット自体は簡単に言うと、現実と仮想の重なり合う2つの境界を双方向に飛び出して、その双方向に飛び出した空間を互いにメタ認知することが大切な時代になってきていると思っているので、この言葉を使っています。もうその現実とか仮想とかって2つの境界面で分けることすらもうほとんどしなくような多分今時代になってきていると思うんですけど、そこをもう少し説明していきたいなと思って今回の展覧会にしたんですね。そういう意味ではなんかこうちなみにさっき僕が言ったメタビズムですけど、このイズムをつけるのってどう思います？僕は勝手につけたんですけど。他の人がどう思っているかがまたねちょっと違うとは思うので、完全にこれは自分の解釈で、そのすごい興味深いなと思ったのが、そのさっきもちょっと田中さんも言ってたけど、じゃあ世代的にアニメの世代じゃないと、ゲームの世代であって、でそうやってゲームを元に、こう作られてるアートというか、それがピクセルを使ったり、作品によってはね違うピクセルじゃないものもあるし、で他にもやっぱりね日本でもそういった、ゲームをベースで作品を作るアート、アートプットしてる方々もいるじゃないですか。なんかそういう、もちろん田中さんのこのメタビットって、自分が考えたあれだからすごい自分のこう、なんだろう、こう意味っていうのはあると思うんですけど、例えば日本だって世界でそういったゲームから、元に作ってるアーティストがメタビットに参加することも考えたりするんですか？なんかその参加してもらうことは可能だとは思うんですけど、参加かもう勝手に結局自分がじゃあこの、結局そのムーブメントとか、ムーブメントというかそのイズム系って人が勝手に作ったものじゃないですか。例えばキュビズムも、ピカソはなんだ俺はキュビズムってつけられたくないし、じゃあやめたみたいな。でも、そういう感覚でもしメタビットを見たとしたら、じゃあこのアーティストもきっとメタビットなのかなとか、このアーティストっていうことも考えられたり。可能は可能ですね。その一般的にビデオゲーム的なものを素材としてアートにしている人たちってビデオゲームアートって言われてて、すごくもう本当一般的な言葉でしかくくられてないんですけど、そのビデオゲームアートって呼ばれている人たちをメタビットって呼んでしまうことは可能なんですけど、
それだとね自分のそのあれそうですよね。私が言い始めた言葉を他者に押し付けてしまうところもあるので、まあじゃあビデオゲームアートの中のきっと何か特別か特殊ってことなんですかね、見え方としては。もう少し説明すると、その現実と仮想の境界面をピクセルという素材を用いて進めていくことがメタビットって私は定義しているので、なのでそのビデオゲームアートだけでくくるとビデオゲームアートの中でもピクセル的素材でこの時代を切り取っているような作家はそう呼べるかなとは思います。ちなみに他になんか名前とかありますか？ありますあります。なんか日本人だけではなくみたいな。この展覧会の一つのセクションでプレイヤブルっていうその展覧会内にあるキュレーションをやってるんですけれど、そのキュレーションの中でビデオゲームアートにも触れていて、でその中でピクセルを扱っている作家としては先行作家としてフォン・メンボーとか、それは中国の作家です、あとアメリカで言えばコリー・アーケンジェルとかっているんですけど、その2名はピクセルっていうものを用いてこの現実と仮想の重なりを批評している作家ですね。そのフォン・メンボーは90年代ぐらいに自身の国の、例えば天安門事件であるとかそういったものをピクセル的に絵画でペインティングしていた作家なんですけど、その作家ですとか、あとコリー・アーケンジェルは同じく90年代あたりですけど、スーパーマリオ、NES ですね、アメリカで言えば、そのファミリーコンピューターの NES のスーパーマリオのゲームソフトを改造して雲だけが流れる映像ビデオゲームソフトにしてそれを作品として提示してるんですけど、むしろコリー・アーケンジェルはその社会性的なものを取っ払って雲だけを流しているところに逆にこの時代の複雑な社会性世界を批評していると感じていて、その2名とかはもう全然先行作家として、メタビットだなとは思いますが。なるほど。でも分かります。なんかそこはなんかね、ピクセル最近アイウェイウェイとかも最近なのかでもピクセルでねやったりとか、なんかね、ファッションで言えばファレルもルイ・ヴィトンでピクセル使ったりとか、なんかねそういうちょっとピクセル、最近ではないですけどもともとありますよね、そのピクセルに対するそうですね。ただここで重要なのがそのファッション的にそのピクセルを消費するのではなくて、やはり私が考えているメタビットというのはそこに、批評性ですよね、その社会に対して何らかの、問いかけをしていく。それってちなみに国内日本ではどうですか？その反応だったり反響だったり芸術家としての芸術家としてっていうか、その前にそのアートとしてこのメタビットって、一回ちょっと日本に戻るとどういう感じで反応ありますか？私たち自身がそんなに日本で発表してないので、そんなに届いてる感じはしないですが、もうちょっと一般的に言うと、そもそも日本において批評的なもの、社会的な作品ってそんなに好かれないので、そうですね。それはありますよね。のはありますね。結構日本はね、村上隆さんじゃないけどやっぱ、嫌われてたというか、でやっぱり海外で評価されたらまたね評価されたりとか、草間彌生さんもそうだもんね。やっぱすごいちょっと変な人扱いされてて、海外でっていう
まあ、そういうところはありますよね。やっぱそういう意味でも日本ではあんまり活動しない意味でもあったりします。正直その日本で活動するとやはり日本のアートシーンに合わせた方向になってしまいがちで、それが怖いっていうのがあります。その例えばそういった社会性なり批評性を少し弱めて工芸的な方向ばかりが上がっていくような、それはそれで素晴らしい作品ですけど、エクスカリバーがやりたいことではないので、リアルですね、それは。アジアはどうですか？ちなみにこう、ね、まあ、今日本って結構アジアから注目されて、まあ、中国だったり台湾だったり、まあ、そういったね韓国とかなんかその辺とかはどうですか？アジアの方が受け入れられると思います。実際まあシンガポールとかで今年は展示もしましたし、はジャカルタでも展示をしましたけど、はい、アジアと一括りに言ってもやはり日本だけ特殊すぎて、その日本だけそんなに社会性を求められていないアートに対して、ただやはりアジアの他の国を見た時にアジアとしての社会性が重要視されるので、特にねその台湾なんてやっぱし今世界的にもかなりシビアな状況下になっているので、そういうシビアな状況下においてはそういった社会性は求められるべきだと思うし、そうですよね。きっと人からは人が求めるというよりかは歴史がそれを求めてると思うんですよね。そうですね。後から分かるものだと思うんですけど、じゃあアジアでもやっぱもうちょっと、まあ、機会があればやっぱ見せたりしたいっていう思いもありますか？そうですね。機会はまあ完全に決まったわけではないですけど、来年以降もシンガポールを中心としてあるので、これからもどんどん、お見せしていくことになるし、私自身も見せていきたいなとは思います。そうですよね。まあ、ヨーロッパもそうだし、ね、他のアメリカとかも見せに行きたい気持ちはねすごいありますし、あとそんな中やっぱ日本から発信するものもあると思うんですけど、やっぱりこう田中さんにとって例えばねこう日本人として日本のこう、ね、文化を背負ってというかでそうやって制作して何かこう海外で、まあ、今のところパリで何回か、ね、展示してるわけですけど、やっぱ何かこう日本から伝えたいとかっていう気持ちもあったりしますか？そのさっきのアクティビズムじゃないけど何か発信、そうですね。私自身はやはり、ね、日本で育ってもうほぼ日本にしかルーツがないので、その私自身が作るリアリティに正直に真摯に答えながら、作品を作っていく、これからもやっていくっていう、まずはそこで、でそのおそらく日本人が一番気づいてないのがその世界、例えばなんだろうな、西洋とかアジアの日本以外の国が求めてる日本の文化とか感覚とか、日本人が少し微妙にちょっと理解しきれてないと思っていて、実感できてないと思いますね。実感できてないですね。そこに少し差異があるなとは思っていて、割と慣れてしまってるのかなと思います。その日本人は日本文化をこういうパッケージングで届ければいいでしょっていうような、ちょっと少し慣れができているような感じがあって、でも多分もっと全然求めているものが違う。だからシティポップとかが全然日本人の気づかないところで再燃
再燃というか、まあ、ブームになったし、もうそれってあれですよ、もう最初からそうだし、いまだにそうですよ。やっぱまあ、食もそうだけどお寿司もやっぱ海外で爆発的に人気だった時、日本に、まあ、僕も毎年日本に帰ってたんで、夏休み誰も知らなかったし、アニメも結局誰も知らなかったし、いまだにだからシティポップも誰も、まあ、誰もっていうか今インターネットでね分かってくるけど、ただ結局そう日本人って自分の文化がどれだけ世界に言っていて、どれだけ影響を与えてるかも実は実感できてないというか、でそういう意味ではちょっと実感するだけでまた変わってくると思うんですよね。そうですよね、まあ、パッケージもそうですけど、そういろんな伝え方と伝えることがやっぱあるなと思って、でそういう意味では、まあ、そこもちょっと意見聞きたいんですけど、芸術アートに関してやっぱ僕一回言われたのが、なんかねスペイン人のキュレーターかなんかにフェアで言われたのが、日本のアートって世界にすごい影響を与えてるんだよって言われて、でちょっとそれ言い過ぎなんじゃないかなと思ったけど、実はもしかしたら本当なんですよね。食もそうで、日本の食は世界の食に影響を与えてると。どんなシェフもちょっとわさび使ったりとか、でアートも結局なんかいろんな南米とかアメリカとかいろいろ見ると、あれこれちょっとわびさびじゃんとか、あれこれちょっとネオポップじゃんとか、これちょっと具体入ってるじゃんとか、なんかねこうすごい実は影響してるのかなっていう感覚はすごいありますね。そこをちょっとねこれからきっと田中さんもエクスカリバーとしてなんだろう、こう逆にメタビットをどうなんですか、今後のメタビットの展望というか。展望としては、私たち自身は2010年代ぐらいからずっと代替現実ゲームって呼ばれるジャンルの活動をやっていて、その代替現実ゲームというのは現実空間をフィールドとして、そこにゲームを落とし込んで、で参加者にまあ遊んでもらうというような、まあ一般的には娯楽の範囲なんですけど、それを私たちは芸術表現としてやっていたんですね。そこに社会性なりを込めて、でその代替現実ゲームってまだまだ私は可能性があると思っていて、その今イマーシブシアターですとか、展覧会においても没入型展示が流行ってきている、没入型、はい、何ですかその作品を並べるだけではなくて、まあ、もうインスタレーションかな、インスタレーションの類をもう少し進めたような体験型展示のことを言うんですけど、なので私たち自身はその展覧会場自体をゲーム空間としていきた、まあ、実際この展覧会場もそういうつもりでやっていますし、今後も作品単体のクオリティはもちろんなんですが、そこは担保しつつ、空間構成自体をよりメタビットしていく、そのゲーム空間としていく、そうした方がそのメタビットっていう言葉を伝えやすい、その鑑賞者が今いる現実が仮想なのか現実なのかがあやふやになっていく、その感覚を持ってもらった方がよりそのメタビットっていうのは何なのかを伝えやすいと思うので、よりその没入型展示、インスタレーション的な方向を広めていきたいっていうのはあります。あとはキュレーションですかね、やっぱし。って言いますと、その他のアーティストもそうですね、実際なかなかキュレーションってアイデアだけだとやっぱり実現が難しくて、その思いついた作家をやはり招聘するためのやり取りなりなんかかなりそういう。方向性、そうですね、たまに勘違いされますけどね、キュレーションってアーティストをセレクトしただけだと思う人もいるけど、実はちゃんとやっぱね、その後のね、時間の方が大変なので、プロジェクトとしてはキュレーションで別にメタビットという言葉を使う必要は必ずしもないとは思うんですけど、
私たちが届けたいもう少しゲーム的な、芸術運動のキュレーションはやっていきたいなと思いますね。ぜひパリでも、はい、それを一緒にできたらいいと思います。はい、いやまあちょっと興味深いお話ありがとうございます。今日はちょっとその辺で終わりにしようと思うんですけど、まあまた、はい、ぜひパリで見せる機会と、やっぱ世界かな、なんか、もっといろんな国でなんか発信、このテーマとコンセプトと哲学を、発信できたらいいなと思うので、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。